今回はこの床の間畳の、修復、張り替えしていきたいと思います。昭和47年の3月22日、この時に作ったのか、この時に収めたのかっていう感じですかね。床の間の長さはいろいろありますが、どの長さであっても紋がかけることなく作らなければいけません。次は畳表を切っていきたいと思います。畳の表って縦糸といぐさで、できています。で、縦糸の方をね、しっかりと縛っていかなければいぐさがポロポロと取れてくるのでね。はい、そしたらね、畳表に畳のヘリをね、セットすることができました。こんな感じでね。はい、セットすることができましたので、そしたらね、これを、一針一針縫っていきたいと思います。レッツゴー。はい、それではね、始めていきたいと思います。今回、この床の間を縫うときに、ね、使う針っていうのは、長さがちょっと短いです。4寸針って言って、だいたいね、長さが12センチぐらいかなの長さになります。で、普通の畳の針の長さってどれだけやっていうと、4寸8分やでだいたい 14.5 センチぐらい、14センチ5ミリだとか、あとはまあ長い針やったら16センチ5ミリぐらいの長いやつを使うんですが、今回は約12センチの短い針を使います。と言っても、まあ、一般の方からしてみるとね、長さ12センチの針って結構長いんですよね。ぬいぐるみの針でもまあそのぐらいあるのかな。もうちょっとまあ長い針もあるかとは思いますが、一般で使っている裁縫とかで使う針よりもはるかに長いですし、太いけど、まあ畳屋さんの中ではこれはね結構短い針やなっていうのがあります。床の間の畳を縫う時っていうのは普通の畳を縫うのと違ってすごく薄いです。まあ誤座1枚分の厚みしかありません。だいたい3ミリぐらいですかね。畳の前ヘリ合わせても4ミリぐらいです。で、普通の畳の厚みってどれだけあるのかって言ったらだいたい5センチほどあります。なので、縫った時にしっかりと締めることができるんですが、畳の場合はね。だけども、まあこういった床の間の場合薄いのでしっかり糸を締めることができません。どうしてもね緩んでくるんですよね。そこのところを上手にね緩まないように今度は力ではなくてテクニックを使ってまあ糸が緩まないようにしていくっていう縫い方をしています。なので少しちょっとやっぱりね時間がかかるっていうのがあります。その分しっかりとねした床の間ができるということになります。針を下からね上に上げてきて約3センチ進んだところで下に下ろします。そして次上に上げてくるときにだいたい1センチぐらい戻ったところで針を上げてくるっていう感じですね。そして3センチ進んだところで下に下ろすと。でまた1センチ戻ったところで上に上げてくるっていう感じで縫っていくってことです。でそこのところがすごくポイントで、その辺でもう少し、テクニックを使うと糸が緩まないような感じの縫い方になります。なのでなかなか進まないですね。これ普通の畳を縫う時の大体どうやろう 1.5 倍ぐらい時間かかるん違うんかな、おそらく。糸を使っとる糸の量っていうのは畳の厚みがまあそんなにないんで、普通の畳の厚みは5センチぐらいですが、今回この床の間の厚みって大体3ミリぐらいなんで、使う量はそんなにないんですけどね、ただ少し戻るっていうところがあるので、すごく時間かかります。なんか昔ありましたよね。なんか3歩進んでなんか1歩下がるやったっけ、2歩下がるやったっけっていうね、なんか有名な歌がありましたけどもね、まあなんかそれを実際にちょっと体験しているような感じはあります。ですがね、やはり綺麗に仕上げるためにはね、少しやっぱ手間はかけるべきだと思います。これでね、立ったか立ったか縫っていってもいいんですが、やっぱり仕上がりがすごくなかったりだとか、
ヘリがゴソゴソになって緩んでいたりだとかということがあるので、それではやっぱりね、良くないのでね、しっかりと塗るためには少し工夫をして塗っていくということが必要になってきますね。はい、そしたらね、どのように糸が緩まないように工夫しているのかっていうのをね、ちょっと見ていきたいと思います。で、ちょっと見やすいようにちょっと拡大しました。で、これね、下から上に上がってくるときに1センチぐらい、手前から上がってくるんですが、これ、はい、ちょっとよく見てみると分かるけど、実は糸を割ってます。糸を割って、上に上がってくるようにしてるんですね。約2ミリぐらいある畳の糸を半分に割って下から上に上がってくるようにするということになります。そしてその糸を下にくぐらせるというふうになります。このようにね、針が糸の下をくぐっています。このようにして糸が緩まないようにしています。すごくやっぱ手間がかかります。下から上に針を上げてくる時っていうのはやっぱり針が糸を割ってこなければいけないので、本当にもう精密に上げてこなければいけないんですが、やっぱりね、まだまだ僕も下手くそなので、一発で上がってくるっていうことがね、なかなかできない。何回か、刺し直すっていうか、っていうふうなことがあります。たまにはね、一発で上がってくるっていうこともあるんですが、結構やっぱり時間がかかります。っていうところでね、上敷きの、ヘリ作るときはこのように、すごく手間がかかるんですが、すごく、楽しくねやっています。前回の動画でもちょっとお話が出てきたんですが、中学校の職業体験で、2人の女性の方を受け入れていました。でその子たちにもね、このように薄い畳を作っていただいたんですが、今回と同じように下から上がってくるときは糸を割ってやるんやでっていうふうに教えました。でもしもう無理なら別に割らんでもいいよっていうふうに、言ったんですが、なんかすごく、彼女たちもね必死になってやっていて、もう必ず下から上に上がってくるときはもう必ず糸を割ってあげるっていうふうにね、真剣にやってました。挙句の果てには何回連続一発で糸を割ってあげることができるのかっていう挑戦をしてましたね。で、5回連続とか4回連続とかとか失敗したとかって言ってなんかめっちゃ楽しそうにやっているのを見て、なんかちょっともう俺もやりたくなってきたなとかって思いながら、教えていたことを、覚えていますね。で生徒さんが作った畳は近所の和菓子屋さんのショーケースの中に収めさせていただきました。でいきなり作り始めてもちろん綺麗にできるわけないので、それをする前に何枚か、練習で、作らせていました。もう全部持って帰ってってもええでとかって言ってもう好きなだけ作りなっていうことで、練習がてら作っていざ本番で、和菓子屋さんのショールームの方に収めたんですが、やっぱりね一番最初に作ったやつと一番最後に作ったやつのもうクオリティがもう全然違うんですよね。ものすごく綺麗に、作ってました。いやすごいなっていうふうに僕は思いましたね。で動画でねこれ編集しているものの気づいた方見えるかと思いますが、まだ半分も終わってないんですよね。今ねちょっと早送りみたいな形で、再生していますが、でもやはりねまだ半分も終わってないぐらいやっぱりすごく時間がかかってしまいますですね。でこれでね一つ弱点というか欠点っていうのがあって、これ僕今正座をして、作業をしています。でよく見ると畳の上に座っているように見えるんですが、この畳も実は薄いんですよ。約3ミリほど。
の薄い、上敷きっていうんですけどね、その上に座っています。その下はもう直接コンクリートなんですよね。なのでこれやっていても実はもう足がどんどんしびれてくるということになって、やはりねこれもねもっとテキパキとタッタタタとやっていかなければどんどんとね自分の足がしびれていくっていうことになります。なんだかんだ、しょうもない話をしていたら、作業の方が進んでいますね。早送りしているっていうのもあるんですが、もうほぼほぼ、終盤の方になってきました。で、今回の動画は、以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。で、このね、動画が良かったなというふうに思うんでしたら、ぜひね、高評価の方、またよろしくお願いいたします。また、各 SNS やっていますので、そちらの方もチェックして、フォローしていただけると、嬉しいなというふうに思います。次の動画は今度はこの畳のヘリを折り返してで上敷きをね裏返しにして今度は、止めていくっていう返しという、作業をしていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。畳とともに歩む道、畳の